こんにちは、ミッキーです。今回はベネチア見どころ11選としてご紹介します。アドリア海のラグーンに築かれた水の都ベネチア。ラグーンの中には100を超える島が点在していて、運河を行き交うゴンドラや歴史的な建造物はどれも壮観。普段車や鉄道の移動を基本としている日本人にとっては特に非日常感を味わえる場所です。もともと歴史的建造物が多く、ローマ帝国時代からの歴史を持っていることから、視覚的に魅力度の高いイタリアにおいても、よりその個性が強い都市ベネチア。今回はそんなベネチアにおいて押さえておくべきスポットを凝縮してお届けします。ぜひ限られた時間で満喫するための参考にしてみてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずは前回ご紹介したフィレンツェから鉄道にてベネチアへ移動。フィレンツェからベネチアまでは高速鉄道に乗ってスタンダードの席で 54.9 ユーロで移動することができました。約1万円程度です。移動時間は4時間前後になっていますので、ぜひ Netflix など動画をダウンロードして移動時間も充実させてください。さて、ベネチア・サンタルチア駅に着いてからは移動する様子をお届けします。ベネチアはたくさんの水路が整備され、水の都と称されています。5世紀頃、民族間の闘争によって湿地帯に逃げ込んだ人たちが丸太を打ち込み、その上に石を積んで建物を作ったことがベネチアの街の始まり。7世紀末にベネチア共和国として歴史が始まって、その後海洋国家として1000年もの間発展しています。19世紀にはイタリア王国の支配下に入っておりまして、それからはイタリアの都市として繁栄しています。その後、1987年にユネスコ世界遺産に登録され、今に至っています。その象徴ともいえる大運河、こちらのカナルグランデは長さ約3800メートル。市内を二分するように流れています。そしてカナルグランデにはリアルト橋、スカルティ橋、アッカデミア橋、ローマ広場、歩道橋の4つの橋がかかり、そのどれもが人気の撮影スポットです。ゴンドラや水上バスに乗り、カナルグランデから街並みを楽しむのも定番の楽しみ方になっています。両岸に広がりますロマネスク、ゴシック、バロック、ルネサンスなど風情豊かな歴史的建造物が調和した美しい街並みはベネチア最大の魅力とも言えます。個人的には小さい頃に見たポケモンの映画、劇場版ポケットモンスター水の都の守り神ラティアスとラティオスだったりとか、漫画ワンピースのウォーターセブン編の雰囲気さながらな印象で、まるで漫画やアニメのような没入感を楽しめるところもポイントの一つでした。そんなベネチア島内は水上パスで回ることができますので、乗車券の購入は必須。後でご紹介しますけども、今回 eSIM を利用していたので、なんとかオンラインでチケットも買おうとしたんですけども、それなりに海外旅行に行ってる私ですらうまく買うことができませんでした。結果的に窓口で購入したんですけれども、おそらく皆さんも無理にネットで購入するよりも窓口に行った方が確実かもしれません。ちなみに間違えて購入してしまったオンラインのチケットはメールでやり取りすることで払い戻しもできましたので、先日ローマ編の最後の方に鉄道の払い戻しができたと申し上げたんですけども、同様にして海外の場合は柔軟に対応して払い戻しができることも多いので、もし同じように払い戻しが必要な場合には連絡してみるのもいいかもしれません。さて、そんな水上パスですけども、今回は1泊2日だったので1日乗車券を購入しています。1人当たり25ユーロで購入可能だったので、日本円で約4300円程度。とはいえ、自動車や電車が走らないベネチアにおいては唯一の交通手段の乗り放題になりますので、イメージ的には東京でタクシー乗り放題のチケットを買うようなイメージかなと思っています。そう考えると相当コスパはいいかなと思っています。そんな水上バスに関しましては、基本的に長時間の乗船にはならないですし、移動もゆっくり、波もほとんどないので心配はないかもですけれども、心配な方は酔い止めを用意していただくことがおすすめです。ちなみに私は相当乗り物酔いがひどくて、日本ではタクシー移動を30分ぐらいするだけでも結構酔ってしまいますので、旅行の際は必ず乗り物酔いを持参しています。
いつも買っているトラベルミンに関しましては、今回こちらの動画の概要欄に載せていますので、ぜひ参考にしていただければと思いますし、この酔い止めに関しましては普通にドラッグストアでも買うことができますので、同じように乗り物酔いが心配な方は購入した上で旅行行っていただくといいかもしれません。さて、今回の旅で私が強くお勧めしたいのは eSIM です。これから海外旅行を計画される方は、ぜひこちらの eSIM を活用いただければと思います。今回私が利用したのは、ワールド eSIM というサービスでございまして、サービスの使いやすさがとても良かったので、今後も利用することかなと思います。こちら普段私は Android のスマホを使ってるんですけども、妻が使っている iPhone でも適用できましたので、Android ユーザーの方も iPhone ユーザーの方も安心して使えるかなと思います。さて、そんなワールド eSIM のおすすめポイントの一つは、手荷物が一つ減る点。Wi-Fi ルーターの場合は Wi-Fi ルーター自体、そして Wi-Fi ルーターの充電器も含めまして手荷物が一つ以上増えてしまうかと思います。また Wi-Fi ルーター自身にも充電が必要になってきますので、その充電をするという手間も結構負担かなと個人的には感じています。続いて eSIM のおすすめポイント2は、物理 SIM カードよりも手間が少ないという点。以前まで私も物理 SIM を使ってたんですけども、物理 SIM の場合にはもともと刺さっている SIM を保管する必要がありまして、何せサイズが小さいので、それがなくしてしまうリスクが結構心理的な負担でした。さらに SIM ピンを忘れてしまいますと、SIM カードを取り出せないというトラブルにもなってしまいますので、そこの気を使わないという点だけでも結構おすすめでした。そしておすすめポイントの3。こちらは現地でも即開通ができるという点です。物理 SIM の場合には事前に購入して届くまで時間がありますし、その物理 SIM を忘れてしまいますと通信ができないというリスクもあるんですが、この eSIM の場合には現地で Wi-Fi につないだ上で、先ほどのワールド eSIM のアプリを落としていただいて購入することですぐに使えますので、事前に物理 SIM を買う必要もありませんし、空港で Wi-Fi を借りる必要がないという点でもとてもおすすめです。ということで、個人的にはワールド eSIM をおすすめしているんですけども、価格の比較も今回行ってみました。今回は私、イタリア7日間の中で 10GB を使う想定でご紹介しています。普段私は 20GB を1ヶ月で使っていますので、むしろ14日間あっても 10GB ぐらいで収まるかなと思います。実際に今回イタリア周遊の中では 5GB を少し上回るくらいで収まっていました。さて、まずご紹介しますのはワールド eSIM。こちらは2590円で 10GB、そして30日間使えるプランでございました。また、今回私は使わなかったんですけども、2つ目のおすすめは ahamo です。ただ、こちらに関しましては、携帯の契約自体を見直す必要がありますので、普段から ahamo を使っている方、また新しく回線を日本で乗り換えたいという方は、ahamo に事前に乗り換えていただくことで、海外旅行も追加料金なしで月額の約3000円の中で 20GB に収まれば使うことができますので、これは結構いい選択肢になるかなと思います。今回おすすめはこちらのワールド eSIM もしくは ahamo になっていますので、気になる方は概要欄からリンクを参考にしていただいて、事前に準備していただければと思います。そして参考程度に載せていますのが、まずはレンタル Wi-Fi で有名なグローバル Wi-Fi。グローバル Wi-Fi は1日 1.1GB で契約することができたようなんですけれども、なんと7日間使いますと 11,690円になります。値段的にも高いですし、先ほどの充電の問題とか荷物が増える問題があったりというところで、結構個人的にはお勧めできないかなと思います。そして普段ドコモのキャリアを使っている方に関しましては、5280円のオプションをつけることで7日間無制限で利用することもできます。ただこれに関しましては、先ほどの ahamo と違いまして、通常の携帯料金にプラスして5280円かかりますので、やはり結構高いかなと思います。なので柔軟性が高く、かつ現地でも利用開始ができるワールド eSIM、ぜひこの機会にご利用ください。続いてはベネチアでランチをいただいた様子をお届けします。こちらは肉料理と魚料理を専門とするトラットリア・イル・バゴーネ。伝統的な味と新鮮で高品質の食材を組み合わせた本格的な料理体験が自慢で、カジュアルな雰囲気も魅力的なお店です。日本人の観光客からも高い人気を集めているこちらのお店。一点だけ店内の通信があまり良くなく電波が通りにくいため、もし調べ物をする際は店内では難しい点だけご留意ください。早速こちらではグラスワインいただいています。グラスワイン5ユーロでいただきますので、比較的コスパもいいですよね。さて、そんなグラスワインを注文しつつ、まずいただきましたのはイカスミのスパゲティ。今回のイタリア旅行ではローマにて
本場のカルボナーラとご当地料理のアマトリチャーナを味わえた一方で、イカスミパスタはまだ体験してなかったので、こちらの店で注文しています。こちらの店自体が特にイカスミスパゲティに定評のあるお店だったので、満足感たっぷりにいただくことができました。また、今回いただかなかったんですけども、こちらの店では食後のデザートもおすすめでございまして、特にティラミスを中心にクオリティが高いとのことだったので、余裕があればティラミスも注文してみてほしいです。さて、こちらはもう一ついただきましたビーフフィレの赤ワイン煮込み。お店の自慢が魚料理、そしてこちらの肉料理だったので、自慢のメニューを注文しています。前回のフィレンツェ特集でいただいたリブステーキももちろん美味しかったんですけども、こちらのお肉も非常に美味しかったです。口の中でとろけるほど柔らかいのが特徴的。加えて赤ワインがしっかり染み込んでいる肉の旨味が抜群な味わいになっていました。お値段としましても26ユーロ約4200円になってますので、比較的コストパフォーマンスもいいかなと思っています。様々な口コミにも書かれていますけれども、店員さんの接客がアットホームで温かい感じがしますので、とても居心地よく過ごすことができるかなと思っています。ぜひベネチア観光のランチのスポットとしてチェックしてください。続いては今回のベネチア滞在にて宿泊した三つ星ホテルアルレッキーノ。全部で25部屋の客室を備えていまして、今回宿泊したのはゲストルームというシンプルな部屋。ゲストルームと言いますとグレードとしては結構下の方なんですけれども、それでも2名1泊で5万5千円とだいぶ高価格。ベネチアのホテルの中では安い方とはいえど、フィレンツェ同様観光地価格を感じるようなホテルになっていました。またベネチアのホテルも島内だと結構高いんですけども、ちょっと離れていくと少し安く泊まることができるとのことです。もちろんその分アクセスだったりとかその景色は違ってきますので、あくまで一つの参考として捉えていただくといいかなと思っています。で、前回のフィレンツェ特集の中ではドライヤーがいまいちだったというふうに申し上げたんですけども、こちらホテルアルレッキーノさんはドライヤーもしっかりしていたものだったので、おそらく日本のホテルステイと同じ感覚で過ごすことができるかなと思っています。またこちらの部屋にある窓からは運河を眺めることもできましたので、そこはベネチアならではの特徴的な部分なのかなと思っています。さらにこちらはバスタブがついていまして、今回イタリア旅行の中では基本的にバスタブがついてなかったんですけども、普段お風呂に入っている私としては嬉しかった部分かなと思っています。さて、ここで海外旅行保険についてご紹介します。海外旅行保険は個人的にエポスカードで付帯することをお勧めしています。おすすめのポイントは何といっても保険適用条件が簡単であるところ。パッケージツアーはもちろんのこと、航空券を購入したり、空港に向かうまでの電車、バス、タクシー代、いずれかの一つの支払いをエポスカードで行うだけで海外旅行保険が付帯されます。この手軽さがおすすめなので、まだお持ちでない方は、ぜひこの機会にカードに契約してみることをお勧めします。本動画の概要欄にも載せていきますので、ぜひチェックしてみてください。ちなみに私が普段使っているのはビューカードと楽天カードなんですけども、まずはビューカードについて、こちらも結構お手軽になっています。と言いますのも、ビューカードでチャージしたスイカで空港まで移動することでも保険が適用されます。また、ツアー料金の支払いでも適用されます。ただ先ほどご紹介した航空券の購入は適用外なので、そちらはエポスカードの方が利点があるかなと思います。そしてもう一つ使っています楽天カードですけれども、こちらはツアー以外の支払いは適用されずに、例えばツアー申し込み忘れた場合に、エポスカードやビューカードに関しましては空港まで移動するだけで適用されるんですけれども、残念ながら楽天カードはツアー以外の支払いでは適用されませんので、そこがお勧めしていないポイントになっています。続いてはブラーノ島のご紹介です。カラフルな街並みで水の都ベネチアエリアにおいても個性的な空間が広がっていますブラーノ島。ベネチアから船で片道40分ほどでたどり着く場所にあるんですけれども、こちらも冒頭でご紹介した1日乗車券を使うことで利用できますのでご安心ください。赤、黄色、青、ピンク、グリーンといった様々な色の家が所狭しと立ち並んでいまして、まるで絵本の世界のような光景が広がっていますブラーノ島。その理由は水の都において漁師さんたちが霧の中でもすぐに自宅を発見できるよう家をペイントしたのがきっかけだとのこと。そんなブラーノ島は人口約3000人程度の小さな島。島内の主要部分は1時間程度で歩けますので、ゆっくり街並みを感じつつ巡っていただければと思います。そんなブラーノ島では特にレース編みが有名でございまして、島のあちこちにレースのお店が展開されています。そんな街並みの中でシンボルとなっていますのは、奥側に映っています16世紀に建造されたサン・マルティーノ教会。
傾いている鐘楼になっていまして、先日ご紹介したようなピサの斜塔同様、ここにも傾いた建造物がありました。映像だと少し伝わりにくいかもしれませんけれども、実際に訪れていただきますと、その傾きを感じることができるかもしれません。また、こちら、ブラーノ島は漁業が盛んでございまして、旬の魚介類をふんだんに使った料理も注目です。この日はベネチアにて昼食をいただいた後に移動しましたので、いただかなかったんですけども、新鮮な食材を使って作るパスタなど、島内でいただくのも良さそうです。そんなブラーノ島で堪能したグルメとしては、こちら、ジェラートのお店。ダイ・フラディというお店なんですけれども、こちらはジェラート以外にもお土産や地元のアイテムが充実していますので、グッズ探しにも良さそうです。定番から変わり種まで、どれもとても個性的。ダブルで 3.5 ユーロで日本円だと600円程度。今回は特に個性的だったアペロール味を注文。アペロールは前回のフィレンツェ編でもご紹介したイタリアでは有名な食前酒になっていますので、ぜひそのジェラート版も堪能してほしいです。さて、ここからは一気にベネチアの見どころをご紹介していきます。まずはサンティ・ジョバンニ・エ・パオロ聖堂というところ。こちらはベネチアにおいても特徴のある聖堂の一つ。ベネチア共和国時代の首相のお葬式を行って、今もなお聖堂内に埋葬されるなど、地域に根付く歴史がある建物です。その隣にありますのが聖マルコ同心会館。サンマルコ修道会が本部として1260年に建てた建物でございまして、現在は民間病院として機能しつつ、美術館の一部にもなっています複合施設として活用されています。見た目が特に美しいので、先ほどのサンティ・ジョバンニ・エ・パオロ聖堂と合わせて写真等に収めていただければと思います。そしてこちらを抜けた先にありますのが、ベネチアの中心的存在になっていますサンマルコ広場。サンマルコ広場はサンマルコ寺院、大鐘楼、ドゥカーレ宮殿が並ぶベネチア中心の広場です。また、世界一美しい広場と称されていまして、広場一帯は世界遺産にも登録されています。多くの映画の舞台にもなっているとのことで、まさに圧巻の空間です。こちらはサンマルコ寺院、守護聖人サンマルコの遺体を祀るために建築された大聖堂です。こちらはサンマルコの鐘楼。高さ 98.6 メートルのレンガ造りの鐘楼になっていまして、エレベーターで塔の上まで登ることができ、人気のため行列になっていることも多いです。今映っていますのはドゥカーレ宮殿。ドゥカーレ宮殿はもともとベネチア共和国の総監督兼正庁でありました建築物。現在その内部は美術館として利用され、ベネチア映画祭の会場にもなっているとのことです。続いてはベネチア国立考古学博物館。16世紀から存在します歴史がある博物館で、紀元前5世紀から4世紀にかけての考古学にまつわるアイテムが展示されています。続いてこちらはため池橋。ドゥカーレ宮殿の尋問室と牢獄をつなぐ橋になっていまして、その当時橋を渡った先に待っていたのは過酷な監獄生活。この橋を渡りながらベネチアの美しい景色を見ることでため息を漏らしていたことから由来しているとのことです。さて、そんな見どころたっぷりのサンマルコ広場を見学した後に訪れましたのは、夕食の場所としてこちらのレストランテキラビーノ。後になって気づいたんですけども、日によってはこちらの店では日本語ができるスタッフの方もいるとのことなので、英語が苦手な方は一度日本人であることを伝えると、もしかすると日本語でも対応していただくことができるかもしれません。こちらの店でも先ほどのランチ同様グラスワインをいただきました。グラスワインが5ユーロなのはおそらくベネチアの相場なのかもしれませんけれども、比較的リーズナブルなのでとても嬉しいですよね。さて、この日にまずいただきましたのは、ベネチア料理としても定評がありますサルディンズ with オニオンベネチアンスタイルです。ベネチアではチケットと言います軽食を意味する言葉で表現されるこちらの前菜。カジュアルなお店で特に愛されているメニューです。今回いただいたようなお酢の効いた甘酸っぱい味付けがまさにベネチアンスタイルになっていますので、ぜひこの機会にこちらの前菜も試してほしいです。続いていただきましたのはこちらミックスシーフードのパスタ。先ほどご紹介した通りイカスミのパスタはいただきましたし、ローマではカルボナーラとかハマトリチャーナいただいていましたので、また違ったパスタをと思ってミックスシーフードの注文をしました。特に水の都ベネチアでございますので、海鮮は抜群です。ぜひこちらも選択肢の一つにしてください。そしてメインでいただきましたのはイカスミのリゾット。こちらに関しましては2人前からの注文になっていまして、2人前で38ユーロでした。もちろん値段も少しするんですけども、ボリュームもたっぷりでございますので、十分に満足することができるかもしれません。
続いてご紹介しますのはカフェフローリアン。今回宿泊しましたホテルには朝食がついていなかったので、モーニングでは最も気になっていたこちらのカフェを訪問しています。こちらはサンマルコ広場にありますとても歴史があるカフェ。国立マルチャーナ図書館の一部として運営されています。1720年に創業した有名なカフェで、ベネチアに現存するカフェとしては最も古いとのこと。ちなみにこちらはカフェラテ発祥のお店とのことで、貴重な店舗にたどり着くことができました。日本では神保町のラドリアさんがウィンナーコーヒーの発祥のお店だったりとか、広島のモーニング発祥のルーエブラジルさんなんか訪れていますけれども、世界に目線を広げてみると、こういったカフェラテ発祥みたいなところに巡り合えるのも旅の醍醐味かなと感じられました。特にイタリアと言いますとカプチーノが有名かと思いますけれども、ぜひこちらでも注文してみてほしいです。個人的にはコーヒーが大好きで、カフェも大好きで、こういったチャンネルを始めてますけれども、個人的にはイタリアのカプチーノよりもオーストラリアでいただいたようなエスプレッソメニューだったりとか、特に日本の喫茶店でいただくことができます深入りのコーヒーの方が好みかなとも感じています。とはいえ、そのあたりの味の違いも皆さん実際に感じてみて感想を持つのがいいかなと思いますので、発祥の地としてのカフェラテも味わってみてほしいです。こちら創業時の店名はアッラ・ベネツィア・トリオンファンテで、勝利のベネツィアというような意味。後に創業者のフロリアーノさんにちなんでカフェフローリアンと呼ばれるようになったとのことです。ネオバロック様式の豪華な店内にモダンアートが飾られている空間自体も非常に魅力的です。当時のカフェはコーヒーを飲むだけではなかったのも特徴的。トランプや掛け事に講じまして政治について語り合ってお金持ちの客を目当てにする娼婦もいたりとのことでした。そんな社交場としての役割も兼ねていたとのことなので、日本では一人の時間を過ごすイメージも強いカフェですけれども、むしろ誕生したばかりのカフェでは賑やかなのがむしろ正解だったのかもしれません。そんなベネチア随一のこちらのサロンは多くの作家や芸術家をも魅了しています。さて、この日注文したのはホットチョコレートだったんですけれども、フローリアンの伝統的なメニュー、かつ世界で有名なメニューの一つとして書いてありましたので、そちらも注文してみてほしいです。また、こちらはセミフレットティラミス。セミフレットと言いますのは半冷凍という意味。メレンゲをベースにした冷凍菓子になっていまして、ムースとアイスクリームの中間のようなデザートをティラミス風味でいただくことができました。さて、これまでざっくりご紹介してきたベネチアの数々の魅力。とはいえ、やはり陸から眺められる景色とは違った水上の景色を眺められる体験、ゴンドラ体験は欠かせません。ベネチア旧市街のいろいろな場所に乗り場がありまして、基本的にはどこからでも同じ料金だと言われています。とはいえ、当日の受付だと予約が取れないことも多かったりとか、場合によっては料金が高くなることもありますので、事前予約がおすすめ。今回はゲットユアガイドのベネチアアプリ解説付き大運河ゴンドラ乗車にて体験しました。前日に予約しましたので、1人 74.5 ユーロと結構割高だったんですけれども、前日でも間に合うのは嬉しいですよね。調べてみたところ、ベルトラのツアーであれば 39.5 ユーロでも楽しめるツアーもあったので、余裕を持って予約できそうな方はこちらもご確認ください。今回利用したゲットユアガイドのリンクも、後に見つけましたベルトラの 39.5 ユーロのツアーも概要欄に載せていますので、気になる方はそちらからチェックしてください。なお、ベネチアのゴンドラ料金は自治体によって定められていまして、30分80ユーロが上限。19時以降は100ユーロが上限になっています。その範囲で結構幅広い価格セットになっていますので、ぼったくりが起きないようにはなっているんですけども、その中で結構範囲が広いのかなと思っています。さて、お話戻りまして、今回のツアーにはアプリ解説もついてたんですけれども、景色自体を集中して楽しみたかったので利用はしていません。一方でゴンドラを漕いでくれますゴンドリエレさんも気さくな方で、写真をお願いしたり会話をしてもらったり、期待以上に楽しむことができました。基本的には相乗りの体験になるはずだったんですけども、運よく今回は貸し切り状態。そういったケースもありますので、期待してみるのもありです。ちなみに先ほどご紹介したベルトラのリンクでは、生演奏付きの場合には62ユーロ、さらにディナーが付きますと123ユーロというプランもあったので、体験をより特別にしたい方はこちらを選んでみるのもおすすめです。さて、少しゴンドラの歴史のお話をすると、ゴンドラという言葉が記録に登場したのは1094年頃とのこと。後にゴンドラの漕ぎ手、ゴンドリエーレが職業として定着し、900年も続くベネチア特有の職業として根付いています。
そんなゴンドリエーレは数年の修行、そして試験がありまして、最終的に試験をパスすることでベネチア市から免許をいただけるとのことです。つい最近までは男性の職業だったんですけども、2009年には初の女性ゴンドリエーレが誕生。もしかするとタイミングが合えば希少な女性ゴンドリエーレにも会えるかもしれません。少し高くはありますが、せっかくベネチアに来たからには体験してほしい一つのアトラクションになっています。さて、ベネチア観光の様子もここで一旦おしまい。最後にベネチア駅から今回のイタリア周遊で最後の街でありますミラノに向かっていく様子をお届けします。こちらはベネチア駅にありましたベーカリーショップです。イタリア共和国北西部古代リグーリアのレシピを再現してできたベーカリーショップラ・フォカッチェリア。名前の通りフォカッチャが有名なお店です。1980年以来家族経営にて紡いできた歴史は近年イタリア全土にも進出しています。2018年にミラノに初のお店をオープンして以降、こうしてベネチアでもいただけるようになったこちらのフォカッチャ。職人手作りの味をぜひ鉄道の旅でもいただいてみてほしいです。さて、ここからはまた高速鉄道で移動するんですけども、フィレンツェからベネチアまでがスタンダードコースだった一方で、今回は座席が空いてなかったのでビジネス席で移動しています。そんなビジネスクラスの席で移動している中でいただいたのは、先ほど購入しましたフォカッチャ。様々なメニューがラインナップされてたんですけども、この日はトマトとナスのフォカッチャと野菜入りシリアルのフォカッチャをいただきました。長方形の1ピースで6ユーロと約1000円程度いただきましたので、コスパも程よかったです。加えてカプチーノもテイクアウトしています。ちなみに後で気づいたんですけども、ビジネスクラスになりますとフードとお水がついてきます。ご覧のように飛行機の機内食のような形でいただくことができます。右側にはパン、左側にはクッキーがついています。あと右奥に映っています水もついていきます。また途中では機内サービスとして紅茶やコーヒーをいただくこともできましたので、ビジネスクラスの場合にはあまり飲み物や食べ物を心配しなくてもいいかもしれません。以上、今回はベネチアの見どころを11選ご紹介させていただきました。ざっくりご紹介しますと、サンマルコ広場を中心にそのベネチアの文化を感じつつ、ブラーノ島に移動したりでその島の雰囲気を感じる。他には今回ご紹介したようなイタリア料理の中から特にベネチアンスタイルのメニュー等をいただきつつ、最後にはゴンドラ体験をしていただくといいかもしれません。また、私のチャンネルをご覧の方は、おそらくカフェから入っている方も多いかと思いますので、カフェ好きの方は、カフェラテ発祥のカフェフローリアン、間違いなく満足するかと思いますので、訪れてみてほしいです。ちょっとだけ値段がするのがネックではあるんですけども、ベネチア自体物価が高い街でもありますので、その辺は覚悟していただくのがいいかもしれません。なので、今回のように宿泊数少し少なめにしていただいて、じっくりと過ごしていただくと、より効果的に過ごせるのかもしれません。また夜になりますとベネチアは真っ暗で歩くのも結構大変だったので、なるべく朝早起きして活動するのがおすすめになっています。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。